手術戦、中丸雄一と笹崎里奈、週1での共演をきっかけに交際に発展したのだ。堂本剛と桃高菜子、堂本の楽曲提供がきっかけで2人の距離が縮まったのだ。安住紳一郎と西島まどか、羽田空港で安住が声をかけたのがきっかけなのだ。藤田ニコルと稲葉優、共通の友人を通じての出会いなのだ。中川翔子と一般男性、知人の紹介で付き合い始めたのだ。三浦あさみと中村倫也、チック共演をきっかけに急接近したのだ。キャリーパリパリと葉山翔の共通の友人を通じての出会いなのだ。中島美嘉と又谷勇、ライブメンバーの一員なのだ。片寄涼太と土屋太鳳、映画の共演をきっかけに急接近したのだ。綾野剛と佐久間由衣、俳優仲間の紹介で付き合い始めたのだ。安住紳一郎、別居婚、会うのは週1。ザタイムでおなじみの安住アナは1月1日に結婚したとラジオで報告したのだ。お相手は以前タレント活動をしていた12歳年下の一般女性、西島まどかさん。地元が同じ北海道で15年ほど前に羽田空港で安住アナから声をかけたのが出会いのきっかけなのだ。もともと一人が好きな安住は結婚は考えていなかったが、去年3度の体調不良から生活習慣を変えないとまずいと考え結婚を決断したのだ。そんな新婚生活はなんと別居婚、共同生活には向いていないと一緒に住んでないのだ。実際奥さんと会うのは週に1回。安住宅に来るときは早めの予約が必要なのだ。実はこの予約制別居婚、早速揉めているのだ。松本人志、スクープ記事の売上額がすごい、今何かと世間を騒がせているダウンタウンの松本人志だが、そのスクープ記事が掲載された週刊文春がなんと発行部数45万1000部が全て完売したことを発表したのだ。これに対し以前話題となったアンジャッシュ渡部はトークサバイバーで、これが出た文春号売上が50万部とか60万部、オンラインの記事で8000万 PV、 切り抜きの号外、他のメディアに貸す記事の使用料全部で売上4億だってよと明かし、さらにその記事を数百万でもみ消そうとしたよと自虐ネタを暴露し大爆笑させたのだ。松本の記事は2段3段と続いており、週刊文春電子版有料会員が2万3000人を突破したことも含めると、松本の売り上げは数十億と言われているのだ。大谷翔平が絶対やらない7つのこと、外食をすること、外食を避け自炊をすることで摂取する栄養を細かくコントロールしているのだ。イライラすること、イラッときたら待てだと語っており、どんな状況でも冷静なのだ。寝不足になること、質の高い睡眠を確保するために日々の生活リズムを整え夜更かしをしないのだ。散財しまくること、100億円近くの年収があるにもかかわらず生活は質素なことで有名なのだ。慢心しないこと、自らが達成した記録や成果に満足することなく未だに自己管理を徹底しているのだ。ゴミを放っておくこと、ゴミ拾いは人の捨てた運を拾うことと語っており、実際よくゴミを拾う姿を見るのだ。先入観を持つこと、二刀流ができないといった先入観を持たずに挑戦をするのだ。これでみんな大谷翔平なのだ。千鳥大悟が無免許なのに車を買った理由。大悟は免許を持っていない。その理由はお酒が大好きで一年中酒臭いから、移動はタクシーか奥さんの運転で免許が必要ないのだ。そんな大悟が高級車キャデラックを突如買ったのだ。なぜ運転できないのに買ったのか。それは志村けんの愛車だったからなのだ。志村さんが他界された時、2台の愛車が売りに出されたのだ。1台はファンが買い残ったもう1台を大悟が買ったのだ。尊敬する師匠のためと聞かれると、家に車ないしいつか買うなら今かな、美談じゃないですよと少し照れくさそうに答えたのだ。嫁に運転させるんじゃというが、バカでかい高級車を普段運転しない奥さんが運転できるだろうか。週に8回志村と飲みに行っていたという大悟。その思い出の車をそばに置いておったかったのだ。千鳥ノブが家族のために車を買った理由。車なしの生活を送っているノブは、嫁の買い物とか子供をスイミングに連れて行く時に車が欲しいと車の購入を決意したのだ。その後なぜか千鳥テレビの特番で車を買いに行くことになったのだ。当初はお手頃価格のファミリーカーを探していたが、テレビの特番で見栄を張ったノブはメルセデス・ベンツを買うと宣言。ファミリーカーとは真逆のベンツを見てスタッフは思わず絶句。新
目してしまったのだ。それを見たノブが1000万以上の買い物したのに無音って思わず突っ込んだのだ。本当にベンツを買ったノブは後日奥さんに報告。ファミリーカーを想像していた奥さんはベンツを見てなんでなんと8回連続で言ったのだ。息子は狭い後部座席でキュッて小さく乗っているのだ。明石家さんまがサインを断らない理由。お笑いビッグ3の一人でもある明石家さんまは一人サインを書くと人が集まりすぎて近隣に迷惑をかける理由で断っていたのだ。そんなさんまを変えたのは一人の少年。ある日ご飯を食べているとめっちゃファンやねんサインしてやと割り箸の袋を持ってきたのだ。ファンやのに失礼やなと思いつつ割り箸の袋にサインしたのだ。そんなことも忘れた20年後一人の男性に声をかけられ興奮気味にずっとファンでした。ほんまにファンかと冗談で返すと子供の頃にサインしてもらったんですと財布からあの時サインを書いた箸の袋を出し今でも宝物ですと声を震わせ入ったのだ。子供にとって書いてもらう紙などはどうでもよく純粋な気持ちを教えられたとどんなサインも断らないように書き続けたのだ。木村拓哉 YouTuber デビューするがキムタクこと元スマップの木村拓哉は2024年1月1日に自身の公式 YouTube チャンネルを開設したのだ。人気番組の3択でこの話題になりあのキムタクが YouTuber デビューと注目が集まったがなんと2日経って登録者数4万人と伸び悩んでいるのだ。一般人なら十分すごい結果だが後輩の二宮和也のチャンネルは開設2日で130万人超えと圧倒的な差なのだ。キムタクの知名度で4万人はやばいとキムタクをは今説が浮上したのだ。さすがにこの結果には本人もちょ待てよと言ったとか言ってないとか現在の登録者数は25万人を超えていて1月時点での登録者増加ランキングでも2位なのだ。1週間での20万人超えはオワコンというには早すぎるのだ。小池栄子が出会って即告白なんて軽い女。元グラビアアイドルで現在女優の小池栄子は2007年にプロレスラーの坂田渉と結婚したがきっかけは試合会場で一目惚れだったのだ。プロレスは見たことがなく人に誘われて見に行ったその日後楽園ホールで見た瞬間あっすきと一瞬で一目惚れしたのだ。試合後楽屋前で待ち伏せし好きですご飯食べに連れて行ってくださいと積極的にアプローチしたが坂田はなんて軽い女なんだ芸能の人ってとドン引きしたのだ。その後も最悪の第一印象を与えた小池は初デートに行くまではしばらく時間がかかったのだ。5年の交際を経てゴールインしたが夫婦で焼肉を食べに行くと坂田が大量の肉を注文し食べきれなくなると小池に残さず食えと無理やり食べさせるのだ。